皆さん、こんにちは。皆さんは毎日スマートフォンを使ってますよね。スマホの中にはたくさんの写真や友達とのメッセージが入っています。でも、もしもあなたのスマホの中に誰も知らない不思議な女の子が住んでいたらどうしますか？今日は雪のように白くて少し悲しい物語、スマホの中のお雪さんをお話しします。スマホの中のお雪さん。ある雪の日、小学生の健太は学校の帰りにスマホを雪の中に落としてしまいました。画面がフリーズして動かなくなって困っていると、目の前に髪の毛が真っ白でとても色の白い綺麗な女の子が現れました。女の子は健太のスマホにふーっと息を吹きかけました。すると、驚いたことに、スマホの画面がパッと明るくなって、元通りに治ったのです。女の子は冷たい声で言いました。私のことは誰にも言っちゃダメだよ。SNS に書くのも絶対にダメ。約束を破ったら、スマホのデータを全部消しちゃうからね。女の子はそう言うと、雪の中に消えていきました。次の年の春、健太のクラスにおゆきちゃんという色白で可愛い女の子が転校してきました。健太とおゆきちゃんはすぐに仲良くなり、毎日一緒にゲームをしたり、写真を撮ったりして、とても楽しく過ごしていました。それから何年か経ち、二人が中学生になったある大雪の日のことです。健太はおゆきちゃんとスマホで雪景色を撮りながら、うっかり昔の秘密を思い出してしまいました。そういえばさ、小学生の頃、雪の中で不思議な女の子にスマホを直してもらったんだよね。おゆきちゃんに雰囲気が似てたな。それを聞いたおゆきちゃんは、とても悲しそうな顔をしました。あれほど誰にも言っちゃダメって約束したのに。おゆきちゃんがスマホに手をかざすと、画面が真っ白になり、健太が今まで撮ったおゆきちゃんとの写真や思い出のデータが一瞬で全て消えてしまいました。バイバイ、健太くん。おゆきちゃんはそう言うと、雪の中に消えてしまいました。おゆきちゃんこそ、あの時の雪の女の子だったのです。それから、おゆきちゃんの姿を見た人は誰もいませんでした。終わり。スマホの中のおゆきさんの話も、昔の雪女と全く同じ仕組みで作られています。どこが同じなのか、3つのポイントで説明します。1、約束、ルール。昔、山小屋で誰にも言うなと言われる。現代、雪の中でネットや SNS に書いちゃダメ、誰にも言うなと言われる。2、幸せな時間。昔、お雪と結婚して子供が生まれて幸せに暮らす。現代、転校してきたお雪ちゃんと写真やゲームで楽しい思い出をたくさん作る。3、約束を破ってお別れ。昔、雪の日にうっかり話してしまい、お雪が消える。現代、雪の日にうっかり話してしまい、スマホの思い出データとお雪ちゃんが両方消える。一番のポイント。昔のお話では、お父さんが凍る
という怖いことが起きたけれど、現代版ではスマホのデータが消えるというみんな一番困ることに変えてあります。形は変わっても約束を破ると一番大切な思い出や幸せが消えてしまうという仕組みは昔も今も全く同じなんですね。